統空手道国際将闘館の金沢日和さん、武道家として成長するためにさまざまな武術に出稽古しています。今日は白川隆二先生に学ぶ合気道シリーズ最終回。仕上げは座り技。ここから肘も抱えながら、そう後ろ足引きつけて、そう膝つけで、また膝をつける。ここだけでもやってみましょう。はい。結構これ足も考えなきゃいけないけど、手も考えなきゃいけない。すごい足腰が考えで、合わせた状態で、肘を押さえて、で、あと執行をさっき練習した、そう膝をつけて、そういや、合ってます。手は合ってますか？手は合ってます。そのまま進むだけで、そう基本ただこれだけで押さえながら持ってる。あとはこの足、はい。で完成 OK です。最後は脇のところに膝入れるの結構重要です。重要です。これだけで遊びはい。もう何もやる気ないです。やる気を失いました。やる気失い。でもこれは特徴はやっぱ執行で動くっていうのが強い足腰。はい、お願いします。鍛える。違う筋肉。そう。あと肘を押さえて前に進む。そう。こうか。では、そうです。いいですね。反対側も。反対側。そうです。そう。いいですね。もうちょっと難しくて回る練習。はい。今度後ろ足出して、はい、その膝を軸に回って、後ろ足、はい、しかも周りの方向逆は絶対できないので、膝で回ることで、お願いします。そう、その膝を軸にグッと、そうです。はい、いいですね。合ってます。反対だと左手一歩入って膝つけてグッと回る。いいですね。で練習のために前にまっすぐ進む2本、後ろに回る2本。はい。最初はこっちまっすぐ進む2本やってから後ろにクルッと。はい。前。そう。で今度左半分左出して、そう。はい、同じようにまっすぐ。そう。なんか違う気がします。で、今度後ろ飛び込んで膝を。そう。はい、左も行きましょう。で、右。はい、OK です。はい、ありがとうございます。右左を繰り返して、そして前に入ると後ろに入ると合気道の基本で必ずやるんですけど、はい、それによって、足運びを覚えていくんです。内入り身、外入り身、両方。面白い。これもちょっと結構簡単ですけど、もうちょっとやりたいです。いっぱい。手返し今日やったやつか、はい、こう合わせておいて回って、これも簡単に難しいのが車庫。ちょっとやってみましょう。はい。から、はい、一歩入って、はい、そう。こうやってやる。そう。そう。で左も行きましょう。はい。こっちですね。こっちからでくる。気がつけてくる。そう。いいですよ。
先生の動き見てると結構この膝を外に広げてるんですけど、それがこれ股関節の柔らかさと両方これぐらい開かないとできないです。そうそう、双挙なんですけども、こっち側の可動域なので常に使うわけじゃないんですけど、可動域広いと小さい狭い動きもできるし、そう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 。わあ、すごい。ここですよね。そうすると安定してきます。そう。なるほど。そう開く。それぐらい安定させないといけないんですよ。そう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 。それがその動きにも一瞬でも使う。本当だ。一瞬でも開いていく。はい。すごいこれはきますね、下半身。きますよね。よーし。じゃあそう。OK。いいですよ。簡単よ。そう。できて反対。はい。あと2回。はい。そうそうそう。あと6回。執行の練習としてはですね、周り練習にもできているものがあって、相手の中を踏む時の執行の練習。投げる時にもその重心移動をくぐる練習。あとはもうちょっと押さえて投げる時にこう。そうそう。それだけで難しい。入ってくる。さっと違う動きになるから、くぐる。そう。頭も押さえて、そして足を出さないでこの腰の力でフッと押せますね。難しいです。どこを押すんですか？こう力結構そう。なかなか力かかんないですよね。これ腰の力伝わんなかった。それ腰の力。なるほど。この座った状態で力をかけられるかっていう。一回いいですか？重心。そう。これ練習。はい。じゃあどうぞ。で、そう、前足こちらですね。はい。あと押せるか。そう。でも押せてますね。ありがとうございます。お尻とかかとつけた状態で。ああ、お尻が浮いちゃってたんですね。こうやって投げるんじゃなくて、お尻かかとをつけて、はい。安定、下半身の安定を作って。そう。確かに。ああ、いいですね。いいですか？あ、でもあと分かってます。あと押せるかどうか。そう。いやー、違う。ちょっと弱いですよね。弱い。やり方は合ってるんだと、そう押せ、下半身当てて押せる。思いっきり押してもらっていいですか。はい。もう一回お願いします。どうぞ大きめに。大きめ。
大きくそう踏み込まないで突きをパーンってやるようなイメージで、はい。そうでもまあそういうイメージが良かったです。はい。それがやっぱこう足の動きが制限されてこの強い足腰なんですよね。制限されるからこういう腰使い大きくて、はい、そうやって座り技っていうんですけど、座り技を立ってやったら別に投げれるので、はい、座って完全に制限された状態での腰使い。座ってできれば立ってもできる。これは座ってやってんだったら座ってできるようになれば立ったらすごい簡単になる。はい。いやこれちょっと今撮影してるから頑張れてますけどかなりきついですよ。きついです、あとやりすぎると膝も悪くしますし、膝に負担だいぶかかります。体が硬い人で無理してやってると怪我しやすいんですけどね、足首の柔らかさもすごい重要ですね。まずどこでも柔らかく使うのが大事っていうのをすごく学べました。固まっちゃいますもんね。それを柔らかくする優雅安いを行う形ですごい難しいんですけどね。はい。これ空手の動きにこの柔らかい動きがうまく入ればいろいろと幅が広がるなって思いました。さばきも大きくね動けばまた違う表現になります。ありがとうございます。ありがとうございます。投げときます。最後ちょっといろんな技お願いします。ボコボコにしてください。両手とかも2つの手とかやってますね。2本こういう状態でします。ありがとうございます。次でいいんですか。よし。これは前につんのめるわ。はい。面白いですよ。引っ掛ける。これ勢いつけてバーンっていったらコロコロコロってやつ。本当はだからその時に入って今入らなかったんですけど。いやでも今もうそういう仕掛けなの。なるほど。ありがとうございます。こんなに投げていただいて勉強になりました。ありがとうございます。でも力抜けてきたのでだいぶ安全に見てみれば。受け身できてましたか、最初の時よりは。素晴らしいです。いやありがとうございます。ちょっと今日だけじゃモノマネに過ぎないんですけど、もうちょっと自分でも稽古して。やり方を知るってすごい大事なので、やり方を知って、あとは自分のその空手の稽古に生かすのはもうひよりさん次第なので、やり方をする、体験をするっていうのがすごい重要ですので。ありがとうございます。強い体験をさせていただきました。ありがとうございました。
白川隆二先生のはい合気道体験ということで、何にもね決めずにただ、そうですね、来てみましたけれども、はい。どうですか今の気持ちは。そうですね、実際私合気道の方は初体験で何もわからないまま来てしまったんですけど、何度もこう、丁寧に説明してくださるのもありますし、何度もこう実際自分が投げられてかけられてみて、すごくこう脱力とか力抜くこととかが大事なんだなっていうのをすごく学ばせていただきました。何に一番びっくりしたかみたいなのあります？びっくりしたのは、意外と足腰を鍛えないとできないんだなっていう、足腰の鍛えと、あとは柔軟性、手首もそうですし足首もそうですし股関節もそうですけど、柔軟性もないとこうきれいにというか正しく行えないんだなっていうのは想像以上でした。バンバン投げられてたけど、投げられないと危ないって感じなんですよね多分。おっしゃる通りです。もう頑張って私最初耐えてたんですけども、耐えたら決まっちゃう、本気で先生がやられてたら多分折れてたりとかすると思うんで、なのでその危機を感じてもう脱力して受け身を取るしかないっていう状況に置かれてました。白川隆二先生って今まで映像でね見たことあったと思うんですけれども、映像と、実際にこう対峙してみて教わってみて、はい、なんか違いとか意外にこうだなとか意外に思った通りだなとかってあります？これを本人の前で言いにくいですけど、動画とか拝見させていただいてた時はすごく明るく和やかなムードでされてたものとかが多かったんですけど、今回本当にもうカメラとかも私も意識しないで白川先生合気道を教わりたいっていう気持ちで来て、実際普通の稽古のように教えてくださった時に、このふわっとした雰囲気の中にも武道家としてのこの芯の強さみたいなものをすごく感じて、ちょっと身が引き締まりましたね。白川先生、本日はありがとうございました。ありがとうございました。いかがでした、やってみて。やっぱ日和さんは空手の形、そして組手の世界チャンピオンなんですけど、それでもやっぱこの合気道のことを少しでも吸収しようとする、やっぱりその探求心っていうのはやっぱすごい素晴らしいなと思いました。で実際にやっぱ現役のチャンピオンだけあってものすごい体力があるなと感じましたね。なかなか執行とか体さばきってすごい疲れるので、休憩入れながらやるのかなと思ったんですけど、一切休憩しないで、あとカメラ関係なく何回でも本当に身につけようと必死に稽古している姿がとても印象的で、やっぱ本当に自分の空手を発展させたい、極めたいんだなっていう強い思いを感じましたね。休憩は白川先生が入れないんだなと思って。そういうことじゃないですね。日和さん自身も一生懸命やりたい。普通はもし撮影だったら1回やったら終わりとかじゃないですかね。何回も本当に身につけたいっていう気持ちが伝わってきたので、私もやっぱりより真剣に。やっぱセンスはでもいいですよね。やっぱ動きがやっぱ一流の方の突き蹴りでした。あとはやっぱ小東館空手の大きく動く、あえて大きく動くっていうのはやっぱ合気道の大きく動いて型を覚えるっていうのとすごい共通点感じたので、そこは嬉しいですよね。白川先生も今回は本気で教えていただいたっていう感じで、普段の姿なんですけど、相手がより真剣だったら私自身もやっぱ真剣になりますし、やっぱ日和さんのやっぱ真剣さを感じましたね。でも私でも見て拝見していてですね、今日初めて日和さん合気道、しかもお二人も初めて会ったのに、ここまで白川先生がいろんなことをちゃんと教えてくださるんだなっていうのが僕からすると驚きでもありありがたくもあったんですけれども、やっぱりちょっとこれはいろいろ教えてみようかなって思われたんですか？やっぱ日和さんがやっぱ吸収力が高いので、ここまで教えても吸収できるだろうと感じたので、やっぱりちょっと深いところまで、普通の人には教えないところまで教えました。やっぱ動作は空手であり他の武術では共通した動作があるので、やっぱ芯ができてるんですよね。日和さんはしっかりとした体の使い方っていうのは、
あとはもう合気道独特のこう脱力とか受け身っていうのは普段やってるので当然できないんですけど、でもそれも習得しようと一生懸命稽古して、もう普通の人の何倍も速度を習得していたので、やっぱより深く教えてくれましたね。ありがとうございました。はい、伝統空手道国際松濤館の金沢日和さん、組手と形の両方で世界チャンピオンになったこともある超本格派。おじいさんは空手界のレジェンド金沢博和先生、お父さんは国際松濤館の館長金沢信明先生という空手家系の3代目です。次回も日和エクスプレスお楽しみに。国際松濤館の YouTube チャンネルでは空手家金沢日和さんの活躍もたっぷり見れますよ。ぜひ登録してみてください。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。